こんにちは、こんばんは、はるです。軽自動車を購入して自分で DIY してキャンピングカーを制作してます。軽キャンを作成する動画は再生リストにまとめてますので、過去の動画をご覧になりたい方はそちらから見てください。よろしくお願いします。今回は前回の続きになります。前回車両の床の寸法を測って木材をカットしました。今回はカットした木材にフローリングマットを貼り付けていく内容になります。今画面に映っているのがカットした床に敷く木材になります。フローリングマットは近くのホームセンターで購入してきました。燃えにくい素材で水を弾く素材になっているのでおすすめです。僕がフローリングマットを選んだ理由を話したいと思います。最初、はめ板などを敷き詰めて床自体も木材で綺麗にフローリング作業をやっていくという案もあったのですが、最終的にこのフローリングマットを使うことになりました。理由はですね、車の中で例えばジュースとかお酒をこぼした時に隙間があってお酒とかが流れてしまうと拭き取るのにとても大変だということです。フローリングマットだと水を弾くのでさっとこぼしたものを拭き取ることができるので、個人的にはフローリングマットの方をおすすめします。実際車中泊して液体をこぼすっていうこと結構あるんですよ。その時に木材を敷き詰めた状態、例えばはめ板などで隙間がある状態でこぼしたりすると、お酒とかだったら下の方までお酒が流れていったりして、当然綺麗に拭き取ることができなくなって、匂いが残ったりとか、その匂いで虫とかが入ってきたりっていうこともあるかなと思ったので、フローリングマットの方をおすすめします。フローリングマットだと難燃性といって燃えにくい素材のものもあるし、水もしっかり弾くし、あと一番いいのが値段も安くてデザインも豊富なんですよ。なので飽きたらデザインも変えれるし、安くできるということでフローリングマットを選びました。で、作業自体はとても簡単なので特に説明することはないのですが、こういった実際使ってみてどうだったっていうのを話したくて今回は動画を作ってます。ということで作業は簡単なのですが、とりあえず見ていってください。今画面に表示されていると、フローリングマットにカットした板を引いてその型を取っていきます。鉛筆で印をつけていくということです。蓋を外して確認してみます。綺麗に印がついています。100点。綺麗に印をつけたら、これをカッターとハサミでカットしていきます。作業自体はとても簡単です。で、僕は今回とりあえずやってみようということでカットした板にこのフローリングマットを直接貼っているのですが、おすすめとしてはその板とフローリングマットの間に何かしらクッションを間に挟むといいかと思います。これだけだと、実際はこのフローリングマットに直接座るとちょっと硬かったです。ただ僕の場合はその上に三つ折りのマットレスを敷くので、間にクッションは入れなかったのですが、今から作業する人はクッションを入れてもいいかと思います。こんな感じで丁寧にカットしていきます。綺麗にカットすることができました。次に板を2枚引いて、この間をカットしていきます。綺麗にカットできました。カットしたら次に板とフローリングマットを貼り合わせていきます。僕の場合は簡単な両面テープを使って貼り付けることにしました。フローリングマットを貼り付ける作業を行うときに
同じようにやられている方の YouTube の動画をいろいろ見て調べたのですが、フローリングマットを貼り付けるときに、フローリングマット用の接着剤を使う方がたくさんいました。ボンドなどで、フローリングマット用のボンドなどを塗って貼り付ける方が多かったのですが、僕は簡単に取り外せることのできる両面テープを選びました。両面テープも剥がした後に跡が残るような強力なものじゃなくて、簡単に剥がせる比較的粘着力が弱い両面テープを選びました。で、結論から言うと、弱い両面テープで全然問題なく、車内で過ごしている時にフローリングマットがずれるといったことはなく、何の問題もなかったです。簡単に剥がせる両面テープだと、デザインが飽きた時にすぐ交換もできるし、使ってみて、やっぱり間にクッションが必要だなと思った時など、すぐに修正が効くなということで、簡単な両面テープで行いました。結果、簡単な両面テープを選んでよかったです。少しずつ端の方から丁寧に貼り付けてます。1枚目の板にフローリングの貼り付けが終わりましたので、2枚目の板にもフローリングマットを貼り付けていきます。同じように両面テープをきれいに貼っていって、同じようにフローリングマットを貼り付けていきます。この時2枚の板がきれいにくっついた状態で、フローリングマットのデザインがずれないように気をつけながら貼り付けていきます。フローリングマットが木目調になっているので、きれいに合わせていきます。貼り付けたら、一応ローラーで圧着しながらきれいに両面テープを押さえつけて貼り付けていきます。フローリングマットの貼り付けはこれで終了です。明るめのデザインを選んで結構気に入ってます。あとは細かいはみ出した部分などをきれいにカットしていきます。板と板のつながる部分もなるべくきれいになるようにカットしていきます。これで一通りフローリングマットを貼り付けることができました。あとは床部分の木材の裏に根太を貼り付けていきます。この根太も僕はとりあえずやってみようということで、両面テープですぐに修正ができるように簡単に貼り付けてます。一応根太も電動サンダーで綺麗に削って、それから両面テープで貼り付けていってます。で、前回の動画でも話したんですが、まずは床下収納を作らないという形で車内の空間を多く取るということで、床下収納を作らない形で床フラット化をしています。ただ動画を見ていただければわかると思うんですが、すべて両面テープで行っているので、後から床下収納が欲しくなったらすぐに作り直せることができるように作ってます。ただ結果から言うと、車両が完成した後も僕は床下収納を作ることはなかったです。日本一周をするとかだと床下収納は必要だと思うんですよ。ただ僕の場合は県内で遊ぶだけの車両ということと、床下収納をやられている方は基本自炊がメインの人とか、あと釣り竿を入れる方とか荷物が多い方がほとんど床下収納を作っていたのですが、僕はあまり荷物は多くないという理由で車内の空間を広くすることを選びました。これは個人差があると思うので、好きなように作っていけばいいかと思います。こんな感じで完成した車両がこちらになります。床フラットの作業は特に難しいことはなく、先にやられている方の動画などをいくつか見ていけば、比較的工具さえあれば簡単にできる作業かと思います。ですが、床をフラット化した後はもうめちゃくちゃ楽しくて、車内が一気に部屋になった感じがして、作業自体は簡単なんですが、車内の雰囲気がまるで違ったものに変わっていくので、とても充実感もあるし、楽しい作業となります。色も明るめの色を選んだのですが、とても気に入っています。こんな感じで、今回の動画は特に難しいこともなく、フローリングマットをカットして貼り付けるだけの簡単な作業なのですが、
個人的に最初悩んでいたはめ板床を敷き詰めるといったものよりは、フローリング材の方がお酒やジュースなどをこぼした時に簡単に拭き取ることができるフローリングマットの方が個人的にはおすすめだということを話したかったので、今回動画を作りました。次回は天井の板張りをやっていきたいと思います。天井を板張りして照明をつけていくといった内容になります。今回の動画はこれで以上となります。良ければチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。